今回はべき級数の収束半径を計算することで円周率を求める方法を紹介するのだ。半径を計算するのに円周率が求まるのね。ところでべき級数ってなんだっけ？べき級数というのは x の多項式の項の数をこのように無限に増やしたものなのだ。より一般には x を定数 c だけずらしたこのようなものも考える場合があるが、今回は考えないのだ。べき級数は多項式のように x の値によって値が変わるが、無限個のものを足し算するので、足した結果が有限の値に収束する時もあれば収束しない時もあり、べき級数がいつ収束するのかというのは気になる問題なのだ。例えば係数が全て1であるこのようなべき級数は x が1の場合は1を無限個足すので無限大に発散し、 x がマイナス1の場合も1とマイナス1が交互に続くので和が1になったり0になったりして収束しないのだ。一方 x が2分の1の時はこの正方形の面積を1としてもう一つ用意した正方形の半分を足し、さらに残りの半分を足し、さらにその半分をと繰り返していくとこの無限和が2になり収束することがわかるのだ。 x の値次第で収束したりしなかったりするのね。後で詳しく説明するが、実はこのべき級数は x の絶対値が1より小さければ収束し、絶対値が1より大きければ収束しないのだ。このようなある値を境にして収束発散が切り替わるという性質は一般のべき級数も持っていて、べき級数に対して0以上の実数または無限大が1つ存在し、 x の絶対値が r より小さければ収束、 r より大きければ収束しないことが知られているのだ。この r のことをべき級数の収束半径というのだ。 r を境にしてきれいに分かれるのね。そんなに都合よく決まるのは不思議だわ。ちなみにこの図だと半径という名前には少し違和感があるが、複素数の範囲で考えると x の絶対値が r より小さいというのは x が半径 r の円の内部にあるということなので、複素数の範囲では r を半径と呼ぶのが自然なのだ。べき級数や収束半径についてはなんとなく分かったけど、ここまで聞いても円周率が出てくる気配がないわ。円周率をどうやって求めるかというと、実は収束半径が円周率に一致するべき級数が存在し、さらにべき級数の係数から収束半径を求める方法が知られているので、それらを使えば円周率を求めることができるのだ。でもそんなべき級数都合よく見つけられるの？それが正則関数というものを知っていると割と簡単に見つけられるのだ。かなり大雑把に説明すると、正則関数とは複素数を変数とし複素数に値を取る関数で、さらにある性質を持つものなのだが、正則ならばべき級数展開可能であることが知られているのだ。そして例えばコサインを複素数に拡張した関数の逆数は g の絶対値が π より小さい範囲で正則で、絶対値の π への極限が無限大に発散するので、この2つの事実からコサイン分の1のべき級数展開の収束半径が π であることがわかるのだ。そしてべき級数の収束半径はこの極限が存在すればそれに一致することが知られていて、これにより円周率が求められるのだ。このように正則関数というものを知っていると都合の良いべき級数を見つけることができて円周率を計算することができるのだ。でも円周率を計算するだけなのに収束半径とか正則関数とか知らないものがたくさん出てきて大変だわ。そうなのだ。それに全部詰め込むと動画が長くなりすぎて見るのも大変だが作るのも大変なのだ。ということでテーマを収束半径の計算方法、収束半径が円周率となるべき級数の見つけ方、円周率の計算と3つに分けて動画1つにつきテーマを1つに絞ることとし、この動画では収束半径の求め方について説明するのだ。具体的にはまず収束半径の存在を証明し、
次に収束半径の求め方を説明するのだ。さらにおまけとして次の動画へのつながりを良くするため、円周率の計算に都合の良いべき級数を求めるのになぜ生息関数が必要なのかということをもう少し詳しめに説明するのだ。またこの動画の方針として基本的には厳密な説明を心がけるが、説明が大変なものについては直感的な説明でごまかし、厳密な説明を省略することがあるのだ。厳密に知りたい場合は教科書等を読むことをおすすめするのだ。それではまず収束半径の存在について話していくのだ。内側で収束して外側で発散するっていう都合のいいことが本当に起きるのかということね。収束半径の存在はべき級数に対して次の2つの事実が成り立つことからわかるのだ。1つ目はべき級数がある点 x0 で収束するなら各項の絶対値を取った級数が x0 より内側の全ての点で収束することなのだ。図示すると複素平面の点 x0 でべき級数が収束するとき、この円の内側で各項の絶対値を取った級数が収束するということなのだ。もう一つは各項の絶対値を取った級数が収束するなら元のべき級数も収束することなのだ。絶対値を取った級数が収束することを絶対収束するといい。短く絶対収束すれば収束すると言われることもあるのだ。1番と2番を合わせればある一点で収束すればその内側でも元のべき級数が収束することがわかるわね。そうなのだ。まとめた方がすっきりするが後の説明の都合で分けたのだ。この2つからは実は内側で収束することだけでなく外側で発散することも導かれるのだ。実際ある点で発散したとし、その点よりも外側の点でもし収束したとすると、これは内側の全ての点で収束することに反するので、この点で収束することはなく外側の全ての点で発散してしまうのだ。そこで内側の円を少しずつ広げていって円周上のどこかで発散するか発散する手前まで行けばそこが収束するかしないかの境界になるのだ。その時の半径こそが収束半径なのだ。内側の円をどこまでも広げられればその時は収束半径を無限大とし、原点以外で常に発散するなら収束半径は0とするのだ。これで右の2つが成り立てば収束半径が存在することが分かったのだ。まとめると、ある点で収束すれば内側でも収束してある点で発散すれば外側で発散するから、内側の円を広げていって発散するギリギリまで行けばその円の半径が収束半径になるのね。そういうことなのだ。ということで右の2つを証明するのだ。まず1つ目のある点で収束すれば内側で絶対収束するということを示すが、その準備として係数が全て1のべき級数の収束半径が1であることを示すのだ。この級数は隣り合う項の比が等しいので等比級数と呼ばれ、収束半径に関する性質の9割ぐらいはこのべき級数と比較することで得られると言っても過言でないほど重要な役割を果たすのだ。証明は割と単純で、等比級数の m 乗までの和に 1-x をかけると途中の項がきれいに相殺されて 1-x の m たす1乗だけが残るので、この部分をシグマ記号を使ってこのように表すと上の式の両辺を 1-x で割ってこのようになるのだ。これは x の絶対値が1より小さい場合は m の極限を取ると x の m たす1乗が0になりこのようになるのだ。そして x の絶対値が1より大きい時は x の m たす1乗が発散するので全体としても発散することもわかるのだ。これで収束半径が1であることが分かったのだ。さて等比級数の収束半径が分かったところで青枠の命題に戻ってこの級数の収束を示すのだ。 x に関するこの条件からこの値が1以下になるので赤枠のべき級数の m までの和をこのように変形すると等比級数との比較ができそうなのだ。でもこのままだと
前のこの部分が邪魔で計算できないわ。そこに関してはこの級数が収束することを使って処理することができるのだ。級数が収束するということは足される値が限りなく小さくならないとおかしいので、特に各項の絶対値が n によらない定数 m で上から抑えられるのだ。もうちょっと説明すると、この級数の値を a と置けば級数は足す項を増やしていくと a に近づいていくが、もしこのような定数 m が存在しないとすれば、いくら a に近づいてもどこかで前の点から大きく離れてしまい収束することに反してしまうのだ。直感的な説明はこんな感じだが、厳密に示したければ極限の定義に立ち返ればよいのだ。さて、このような定数 m が存在することから、緑枠の部分を m で置き換えてこのようになり、和を m までではなく無限大まで取ると、これは等比級数の無限和になっているので、さっき求めたようにこの値に一致するのだ。よってこの級数はこの値で上から抑えられていて、上に有解な単調増加数列は収束することから、この級数は収束するのだ。これで青枠の命題が示されたのだ。さっきの図に戻って1番目が示されたので、次は2番目を示すのだ。この絶対収束すれば収束するという命題は公式列という概念を用いて示されるのが一般的なのだ。公式列というのは添え字の番号が十分大きい時に2つの差の絶対値が十分小さくなるという性質を満たすことで、複素数列が公式列であることと収束することは同値であることが知られているのだ。証明は省略するが、この条件の意味だけもう少し説明すると、これは任意の正の実数イクシロンに対して自然数 n が存在して、添え字が n 以上ならば2つの差がイクシロンより小さくなると言い直すことができるのだ。よって Cn がこのような数列だとしたとき、n 番目以降の点を適当に選んで、それを中心とした半径イクシロンの円を取れば、n 番目以降の点は全てこの円の中に含まれるのだ。このイクシロンは任意なので、小さくしていけばどこかに収束しそうということが直感的には納得がいくと思うのだ。さて、公式列が収束することを認めれば、このべき級数が収束することを示すには、途中までの和によってできる数列が公式列であることを示せばよいのだ。それには公式列の定義の通りこれを示せばよいが、今 Cn や Cm に相当するのは級数の途中までの和で、差の絶対値を計算すると k が l より大きいとすればこのようになり、三角不等式からこの不等式が成り立つが、これを再び0からの和で表すと、こっちの級数が公式列をなすことから、これは0に収束するのだ。これでこの級数が公式列をなすことが分かり、収束することが分かったのだ。これで2番目も正しいことが分かり、1番と合わせて1点で収束すればその内側でも収束し、発散すればその外側でも発散することが分かって、収束半径の存在が示されたのだ。これで収束半径の存在が分かったが、円周率を求めるには収束半径を計算できないといけないので、次は収束半径の計算方法について話していくのだ。基本的にはさっき内側での収束を示した時のように等比級数と比較して収束・発散の条件を求めるだけなのだが、等比級数の収束条件である x の絶対値が1より小さいというのは2通りの言い換えができて、それに従って2通りの計算方法が得られるのだ。1つ目の言い換えは前の項との比の絶対値が1より小さいというもので、2つ目は n 番目の項の絶対値の n 乗根が1より小さいというものなのだ。前の項との比を考えるのは等比級数という名の通りだけど、 n 乗根を取るというのも言われてみればそうね。それでは1つ目の言い換えから収束半径を計算するのだ。まず前の項との比の絶対値が1より小さいということは、1より小さい n によらない正の実数ローが存在して、この不等式が成り立つことと言い換えることができるのだ。
正確に言うなら1より小さいある数より小さいになるわ。また今はべき級数の収束についてだけ考えているので、途中までの項は無視してよく、 n がある自然数 n より大きい場合にのみ成り立てばよいのだ。この時大文字 n 以降の項の絶対値の和を考えると、各項にこの式を n 回繰り返して起用して、このような不等式が成り立ち、この部分は小文字 n に関して定数で、残りの部分だけを見ればこれは等比級数なので、ローが1より小さいことから収束し、このような値になるのだ。よってこの級数は上から抑えられ、上に有解な単調増加数列が収束することから収束し、絶対収束する級数は収束することから元のべき級数も収束するのだ。まとめると、あるローと n が存在して、この条件が成り立てばべき級数が収束するのだ。これが収束する条件なのは分かったけど、これでどうやって収束半径を求めるの？それは青枠の式を x について整理すればよいのだ。左辺の x を約分して残りの部分の逆数をかけると、このような不等式が成り立つのだ。これが十分大きな全ての n に対して成り立つので、極限をとってこのような不等式が成り立つのだ。ただしこの極限は存在すると仮定するのだ。なんかそれっぽい式になったわね。赤枠の値が収束半径になるの。結果的にはそうなるが、それにはもう少し計算が必要なのだ。この不等式は左の青枠の条件から得られたが、逆に右側の不等式から青枠の条件が得られることを示して、赤枠の不等式からべき級数の収束が従うことを示すのだ。 x の絶対値と極限値の間には隙間があるので、この不等式が成り立つように正の実数イプシロンを取ることができ、極限の定義から十分大きい全ての n に対してこの不等式が成り立つのだ。これを少し変形してこのようになり、1イプシロンが1より小さいのは明らかなので、1イプシロンをローと置けば左の不等式と一致するのだ。よって赤枠の不等式から青枠が従うのだ。特に赤枠の不等式からべき級数の収束が従うので、この極限値は収束半径以下であることがわかるのだ。ここまでは収束の条件を考えてきたが、発散の条件はどうなのかというと、実はこの不等号を逆向きにした不等式が成り立つとき、べき級数は発散するのだ。実際不等号を逆にすると、ここを逆にし、ここをプラスにした不等式が成り立ち、ここの不等号やマイナスも逆にしたものが成り立つのだ。するとこっちの不等式も不等号が逆になり、ここの不等号も逆になって、ローは1より大きいので、この級数は無限大に発散するのだ。よってこの不等式を満たす x が存在すれば、その外側で収束しないことが分かり、これでこの極限値が収束半径に一致することが分かったのだ。この極限値を使って収束半径を計算する方法をダランベールの判定法というのだ。それでは実際に計算ができるのか、いくつか具体例をもとに計算してみるのだ。例えば等比級数の収束半径はさっき求めた通り1だが、この極限を計算しても定数は全て1なので1となり、収束半径に一致するのだ。次に指数関数のべき級数展開については、全ての実数でこの等式が成り立つので収束半径は無限だが、左の極限値も計算してこのようになり、無限大となって収束半径に一致するのだ。ではサインのべき級数展開はどうかというと、この場合は偶数番目の係数が全て0なので、左の極限は存在せず計算できないのだ。ただこの場合は x の2乗を y と置き換えて、定数が0にならない級数に置き換えられるので、 y に関するべき級数の収束半径を求めることで、元のべき級数の収束半径を求めることはできるのだ。定数がもっと飛び飛びの場合、例えば n の2乗の係数は n2乗分の1、それ以外は0のべき級数は左の極限が存在せず、さっきのように置き換えることもできないので、このような場合
ダランベールの判定法を使うのは難しいのだ。極限が存在すれば使えるけど、そうじゃないと使えないこともあるのね。ところで最初に話してたもう一つの方法はどうなの？もう一つの方法はこのような場合でもいつでも適用できる。理論上は強力な方法なのだ。理論上は？気になる言い方ね。まあそれは後で説明するのだ。最初の話を思い出すと、等比級数が収束する条件の2つ目の言い換えは N 字の項の絶対値の N 乗根が1より小さいというものだったのだ。この条件を式で表すと、1より小さい実数ローが存在してこの不等式を満たすとなり、これが十分大きな N に対して成り立てば、さっきと同様に N 以降の項の絶対値の和は収束するのだ。実際この式の両辺を N 乗したものを級数の各項に適用してこの不等式が成り立つことが分かり、ローの N 乗でくくれば等比級数が残るので、計算するとこのようになり、この級数は上に有解かつ単調増加なので収束するのだ。これでこの条件が成り立てばべき級数が収束することが分かったが、さっきと同様にこの式を X について整理して極限を取るとこのようになり、左の不等式から右の条件が得られること、不等号を入れ替えたバージョンも成り立つことを示せば、これが収束半径に一致することがわかるのだ。ただしこのままだと極限の存在を仮定しなければならず、さっきの例のような定数がとびとびに0と1を繰り返す場合には適用できないのだ。でもさっきいつでも使えるって言ってなかった？このままではダメだが、極限の代わりに可極限というものを考えるといつでも適用できるようになるのだ。可極限とは何か簡単に説明すると、まず横軸を N、縦軸をこの値として N を1からプロットしてこのようになったとするのだ。この時加減というのはこれらの点を超えない最大の数であり、この図で言うと今見えている範囲ではこの値になるのだ。そして N が小さい場合、例えば N が2以下の場合を無視すれば、その時の加減はここの値になるのだ。そして無視する範囲をどんどん大きくしていくと加減の値も変化していくが、それは定義から単調に増加するので、その極限は無限大になるか、そうでなければある値に収束するのだ。このような極限の取り方をしたものを可極限といい、このような記号で表すのだ。ちょっとややこしい極限の取り方をするが、そのおかげで無限大も含めれば常にある数に収束するので、普通の極限とは違ってこの不等式は常に意味を持つのだ。これで可極限の意味を説明できたので、ここからはこの値が収束半径と一致することを示すのだ。この不等式が成り立つとすれば、X の絶対値と可極限の値の間には実数が存在するので、この不等式を満たす正の実数イプシロンが存在し、可極限の定義から十分大きい N に対してこの不等式が成り立つのだ。よって整理するとこのようになり、左側の不等式が成り立つのだ。これでこの値が収束半径以下であることが分かったのだ。ここまではさっきの方法とほとんど同じね。逆の不等式の場合はちょっとだけ違っていて、この不等式が成り立つところまでは同じだが、この次の不等式は十分大きな全ての N について成り立つわけではないのだ。しかし少なくとも無限個の N に対して成り立ち、べき級数の発散の条件としてはこれで十分なのだ。このことはこの不等式を満たす N が有限個しかないとすると、可極限の定義に反することからわかるのだ。この時こっちの不等式の不等号を逆にしたものが無限個の N に対して成り立ち、この級数の項のうち無限個が1より大きくなるので、この級数は無限大に発散するのだ。これでこの値が収束半径に一致することが分かったのだ。この方法をコーシーやダマールの判定法といい、可極限は極限と違って常に存在するので、理論上どんなべき級数にも適用できるのだ。それではこの方法で実際に収束半径を計算するのだ。ダランベールの判定法で計算できなかったこの級数は
定数が0の項はこの値が無限大になるので無視できて、0でない項については n の n 乗根は1より大きく、極限を取ると1に収束することが知られているので、収束半径が1であることがわかるのだ。さっき計算できなかったやつでもこの方法だと計算できるのね。いつでも計算できるならこの方法だけでいいんじゃない？それがそうとも言えないのだ。例えば e の x 乗のべき級数展開の場合は n の階乗の n 乗根の極限を計算しなければならず、ダランベールの判定法の方が計算がはるかに簡単なこともあるのだ。いつでも使えるけど計算が楽というわけではないのね。これで収束半径の計算方法がわかり、この動画の目標は達成されたが、最後に冒頭で話したように収束半径が円周率と一致するようなべき級数を見つけるのに、なぜ正則関数という概念が必要なのかを説明するのだ。まずべき級数に関する和や積について話しておくと、2つのべき級数の収束半径が R であるとき、収束半径内で足し算、引き算、掛け算が自由にできて、2つのべき級数の足し算と引き算はこのように項ごとに足し算と引き算したものになり、積はちょっとややこしいが N 字の項の係数はこっちの項とこっちの項をかけて N 字になるものすべての和なのでこのようになるのだ。これを前提として収束半径が円周率となるべき級数をどう見つけるかというと、見つけるための最初のステップはあるべき級数 fx で x の絶対値が π より小さい時は0でなく、x の絶対値が π である Rx で fx が0となるようなものを見つけることなのだ。ただし x は複素数の範囲で考えることとするのだ。ちょっと条件がややこしいわね。例えばどんなものがあるの？例えばコサインはコサイン π の時0なので下の条件を満たすのだ。上の条件はどうかというと、実数の範囲で成り立つのは明らかだが、実は複素数の範囲でも成り立ってくれて、コサインをべき級数展開すれば条件を満たすべき級数が得られるのだ。他にも e の x 乗足す1は x が iπ の時に0になり、x の絶対値が π より小さい時に0にならないので、これも条件を満たすのだ。それでこの条件を満たすべき級数が得られたとして、もし fx の逆数がべき級数展開可能ならば、下の条件から x の絶対値が π となるある点で発散するので、収束半径は確実に π 以下で、上の条件から x の絶対値が π より小さい時は収束しそうなので、収束半径は π になると考えられるのだ。よって問題はこのべき級数展開が可能なのかと、可能だとして収束半径は本当に π なのかということなのだ。べき級数展開については2つのべき級数の積が1であることを使って定数 bn を逐次的に求めることができて、公式やダマールの判定法をうまく使えば小さい範囲でべき級数が収束することを示せるのだ。一方、収束半径が π であることを示すにはこの動画で説明したことだけでは難しいのだ。これを示すのに正則関数の理論が役に立つのだ。正則関数をざっくり説明すると、まず複素数上の関数に対してこの極限が存在するとき、 f は a で複素微分可能であるといい、この極限値を f'(a) と表すのだ。そしてある範囲全体で複素微分可能であるとき、 f はその範囲で正則であるというのだ。正則であることは単に微分可能なだけに見えるが、実数における微分可能性とはかなり異なる性質を持っていて、絶対値が R より小さい範囲で正則であることと、その範囲でべき級数展開可能であることは同値であることが知られているのだ。また複素微分の定義から小の微分は実数の場合と同じようにこのようになるので、 f が正則で0でなければ f 分の1も正則になるのだ。これらをもとにさっきの話に戻ると、まずこれはべき級数で定義された関数なので正則で、絶対値が π より小さい範囲で0でないので
F 分の1もその範囲で生息でべき級数は収束するのだ。そしてこの条件から絶対値が π より大きいところで発散することがわかり、収束半径が π であることがわかるのだ。このように生息であることとべき級数展開可能であることが同値であることを使うと、収束半径が π であるべき級数を見つけることができるのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。次回の動画では生息関数であることとべき級数展開可能であることがなぜ同値なのかについて説明するのだ。円周率の計算にはもうちょっとだけ準備が必要なのだ。動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。